皆様、ごきげんよう。今回は、サンフランシスコでケーブルカーに乗り、チャイナタウンへ行き、2021年ミシュランを受賞した、チャイニーズレストランのライホンラウンジで、ヤムチャと朝粥を食べに行った。場所は、チャイナタウンの1416パウエルストリート、ブロードウェイ通りのトンネルを出て、はじめの交差点を左に曲がったところにある。ケーブルカー博物館で下車し、徒歩5分ぐらいのところにある。さあ、それでは出かけましょう。サンフランシスコのケーブルカーは開業したのは1873年。1850年前後のゴールドラッシュから約20年で、ケーブルカーが街中を走り、1890年代の最盛期には、なんと8つの会社の23路線がサンフランシスコを走っていた。現在は3路線。パウエル、ハイド線、赤い路線。始発朝6時台から夜0時台まで走っている。一番人気の路線で、ユニオンスクエア、有名なロンバードストリート、そしてフィッシャーマンズワーフに向かって坂を下るときに見える、サンフランシスコ湾にあるアルカトラズ島やゴールデンゲートブリッジも見え、終点はギラデリチョコレートの工場跡。サンフランシスコを堪能できる路線。ここは終点ハイド駅。転車台があり、車両が一方向にしか走行できないため、両端の終着場で転車台を利用して車両の方向を変える必要がある。片運転台で一方通行用の車両は、パウエル、ハイド線と、パウエル、メイソン線。全部の側面は開いており、後部は上と左右を囲われ、椅子は内側に向き合い、入り口は前と後ろの両端にある形となっている。最後尾には、小さなプラットフォームがついている。車両の長さは 8.6 メートル、幅は 2.4 メートル、そして重さは約 7000kg である。定員は60名で、着席可能な定員は29名。乗車券の販売機があったので、早速購入しようとしたが、チケットを売ってくれないようだった。この機械も、乗車してから払えと言っているようだ。と、そこへ、車掌のおっちゃんが来て、はよ乗って、チケット代の$8キャッシュで、払わんかいと言ってきたぞ。$8は、少し高いように感じるが、通勤より観光の目的として運行しているみたいだ。おっちゃんも、初めて乗るので楽しみだ。平日の朝なので乗客は少なめだった。これからチャイナタウンに行って朝食をとることにするぞ。さあ、いよいよ出発するぞ。うおー、結構大きな音を立てて走るんだな。信号待ちをするのか、車と同じだな。ケーブルカーの動力、循環式を採用しており、線路の中央のケーブル用の溝の下に敷設された114本の鋼鉄線をより合わせて作られたケーブルが時速9マイルの速度で移動しており、そのケーブルを運転士がテコの原理を利用した装置で掴むことで車両を走行させている。急な坂道を登っているぞ。アルカトラズ島だ。アルカトラズ島は、サンフランシスコ湾内、サンフランシスコ市から 2.4km のところに浮かぶ、面積 0.076 平方キロメートルの小島である。昔は、東大、軍事要塞、軍事監獄、そして1963年まで連邦刑務所として使用され、ザ・ロック、囚人島、監獄島とも呼ばれている。1972年、国立レクリエーション地域となり、1976年、及び1986年にランドマークの指定を受けた。急な坂道を上り下りするため、普通の列車ではスリップしやすいので、ケーブルカーが採用されたらしい。ケーブルカーの運転手はグリップマンとして知られる。これは
非常に経験がいる職業だ。グリップレバーをゆっくり操作して、ケーブルを掴んだり離したりする。ケーブルが交差するポイントで車両を惰性運転できるよう、車両を操らなければならない。後ろのおっちゃんは、車掌である。車掌は運賃を回収し、乗降する乗客を管理し、坂を下っている時に、後ろの車輪ブレーキを操作する仕事がある。ケーブルカーのステップ部分に立って乗る、ステップ乗車をするので、乗客の管理は、特に重要な仕事である。名誉な仕事だ。おっちゃんも、ステップ乗車、いわゆる箱乗りをしてみたぞ。駐車している車との距離が近いため、少し危険に思えたのだ。うおー、今度は下り坂に入ったぞ。下り坂でブレーキをかけると焼けた匂いがするぞ。ケーブルカー博物館はケーブルカーの歴史だけでなく、1870年代に街中を走っていたケーブルカー3台も展示、ケーブルやグリップ、ツールにブレーキなどを展示、実際にケーブルカーを動かしている駆動装置が見れる、無料。パウエル、ハイド線、パウエル、メイソン線は、ケーブルカー博物館に泊まる。ここで、おっちゃんは下車して、チャイナタウンに向かう。サンフランシスコ市街の中心部に位置するチャイナタウンは1850年代のゴールドラッシュにより形成され始め170年以上の歴史を持ちアジア以外で最大の規模を誇る街。中国人移民は1848年にサンフランシスコに到着した。彼らはアメリカのブリッグセンイーグル号でやってきた2人の男性と1人の女性が始まりであった。小さなお店が並び、地元の人たちがたくさんいて、このカラフルな街で観光客としての楽しみを見つけることができる。ここは乾物類を中心に売っているお店だな。チャイニーズのラプチョン、ソーセージだ。紹興酒の数も揃っているではないかいな。ここを歩いているとアメリカにいるとは思えない異国情緒の雰囲気がある。言葉も英語を話す声が聞こえてこない。
ここは、天津屋さん。ヤムチャの店だ。ここは、魚屋さんだなぁ。この人だかりはなんだ。おお、靴を売っているのか。チャイナタウンは様々な制度、歴史によってできたとされるユニークな地域。サンフランシスコのチャイナタウンの面積は30の市街地グラント通りとブッシュ通りの交差点から足を収む。この地区の入り口にはドラゴンゲートがある。中国風の建物と細い路地が特徴のチャイナタウン。サンフランシスコを独自の街にしている地域の一つ。道がわからなくなってきたぞ。おっちゃんは地上の方向感覚に乏しいのである。ブロードウェイのトンネル出口付近だ。もうすぐ着くぞ。ここだここだ。さあ、今朝はここ、大本ラウンジにて、ヤムチャと朝粥を食べるぞ。ミシュランのビブグルマンが与えられたレストランなので、安くて美味しいはずだぞ。開店前に人が並び始める。2021年にミシュランを獲得したお店なのだ。さあ、開店だ。続々と人が入ってきた。それでは、ヤムチャ、メニューの紹介。さて、まずは、朝粥からスタートだ。うまい。
ヤムチャが届いたぞ。まずは、ウサギの格好をした、エビの入ったものだ。おーっと、転がるぞ。息がいいな。お次は、ポークとエビのシューマイだ。これは、おっちゃんの好きなシーフードとポークを湯葉で蒸したものだ。おお、うまいではないかいな。うさぎの格好をしたエビもうまいぞ。何か、でかいちまきが来たな。おお、これは、5人前ぐらいありそうなちまきだな。おっちゃん食べれれんぞ。でも、味は、とっても、美味しいぞ。スープの入った麺を頼んだつもりだったが、想像と違うものが来たな。合格だ。今日は全部で6品食べたぞ。おっちゃんはお腹がいっぱいになった。安くて美味しい店だったな。今日はこの辺りでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。Thank you.